おはようございます。たかしです。本日は9月14日水曜日、ただいま9時12分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは冷やしからです。昨日の冷やしは上髭の長い陰線となっております。ドル円の上昇、あとポンドドルの下落に挟まれて、どっちもつかずな動きはしていたんですが、結果的にはポンドドルの下落の方が強くて、ポンド円は下げてきたという格好になっております。この上髭ですね、意識されてくると思いますので、本日この高値、昨日の高値を超えられるかどうかっていうところがポイントですね。一旦はこの白のボックスの中で動いていると考えてまして、前回の動画でしたっけ、一旦上を目指すような動きをするんじゃないかとは言いました。ただ、この上を抜けられるかどうかっていうところが怪しいなっていう、そんな表現をしていたと思うんですが、結果的にはそういう風になってきましたね。一旦の値固めをこの辺でしてからの上昇なら、ここ169円ぐらいを突破できたんでしょうが、今のところ値固めせずに上昇してきてますので、ちょっとエネルギーが足りないのかなというそんな印象です。ストキャスティックスは高値圏からデッドクロス。ただクロスの仕方が弱いので、本日ももう一度上を目指そうとしそうなそんな雰囲気には感じます。マックディに関してはまだ上昇モメンタムを維持してますので、ここからどんどん下落するかというとそんな印象ではないですね。現在はこの直近の高値を上抜けたところで、そこがサポートに変わろうかどうかというところですね。ここがサポートに変わればもう一段上昇できるんですけれども、ここでの値固めの期間がちょっと短い感じがしましたので、昨日は一旦下落してきたというところです。まだ強い上昇中ですので、昨日大きく下落したとはいえ、まだ上を目指す可能性は大いにありますので、基本的には押し目買いで狙っていけばいいとは思うんですけれども、やはり昨日のヒゲ先っていうのは気になりますので、この辺付近では強めの戻り売りが入ってきそうなポイントにはなってきますね。そして現在のこの上昇っていうのはドル円の上昇によるものですので、基本的にドル円が上昇すればポンド円は上昇するというのが最近の傾向ですね。で、ポンドドルが昨日は強く下落したので、それに合わせて下落してきたわけなんですが、と考えるとドル円とかポンドドルをトレードしている方が分かりやすいとは思うんですね。で、ポンド円はそれに挟まれてますので、行ったり来たりと昨日も分かりにくい動きをしてました。ただ、現状冷やしを見てると、この高値169円付近、もしくは昨日の高値をもう一度目指して上昇しそうな雰囲気でありますので、今日はその昨日のローソク足の中でのトレードになるのかなっていう、そんな印象ですね。では4時間足です。昨日のこの長い上髭と下髭のこれですね。これが CPI の発表の時の動きなんですが、今はこの上髭、下髭がどうも意識されている感じですね。ちょうどこの下髭の付近っていうのはフィボナッチリトレースメントの 23.6% に当たります。そして過去の高値、そして直近の高値でもありますので、ここがサポートに変わればここからの上昇というところですが、今一旦ちょっと少しは割れてきてますので、そこが気になるところですね。そして GMMA とのも距離が少し空いてますので、もう少し下落の余地があるのかなと見ております。で、今ストキャスティクスは安値圏に差し掛かってます。ここ安値圏でゴールデンクロスしてくれば、こことかと同じなんですよね。ここの上昇っていうのはこの大きな上昇に当たりますので、今回それも意識されると考えられますので、比較的上昇はしやすいところに来ているのかなと見ております。MACD は全く方向感なしですね。ただ GMMA までの距離がちょっとあるので、今ここからもし仮にゴールデンクロスしたとしてももう一段下落しそうなそんな雰囲気ではありますね。もしくはここで横横の動きをして GMMA が追いついてくるのを待つのかというそんな今日は一日になりそうです。ただ4時間足のストキャスティックス安値圏に来てますので、ショートを狙うよりはロングを狙う方が優位性はあります。で、もし深く押しをつけるならこの辺ですね。先ほどのフィボナッチリトレースメントの 38.2%、165.161、この辺付近までの押しをつけてくるのか、さらにもう一段深く刺さるとすると 50% ですね。ここが1時間足の目線切り替えポイントです。164.3 付近ですね。この辺付近までの下落後の上昇になるのかというところですね。深く刺さってくるとすると 165.1 付近、164.3 付近というところまでの下落は可能性として考えられますが、今は一旦この過去のレジスタンスラインっていうのが効いてますので、その辺から反発してこれるかどうかというところです。基本的には押し目買いだとは思うんですが、深めの押しが入る可能性もありますので、その辺は注意が必要ですね。では1時間足です。1時間足にはボックス2種類描いております。黄色のボックスと緑のボックス。今はこの中で動いてい
いると考えてます。昨日も結局この範囲から出られなかったんですよね。で、今日は今この黄色のボックスの中に少し入りかけてますが、もしここまで入ってきたら、次は黄色のボックスの下限ぐらいを目指してくると思います。そこがちょうど先ほど言ってましたフィボナッチリトレースメントの 38.2%、165.1 付近になりますので、この黄色のボックスの中に入ってくれば次目指してくるのはこの下。で、このまたボックスを下抜ければ次はこの緑のボックス。これが先ほどの紫のライン、一時監視の目線切り替えポイントの 164.3 付近。この辺ぐらいまでの下落は考えておいた方がいいと思います。ですので、グループに分けると3つですね。ここのグループ、ここのグループ、ここのグループ。その中で今動いてますので、その上限下限を目印にしてトレードしていくのがいいんじゃないでしょうか。そして上昇してきた場合、この緑のボックスを上抜けてきた場合は、昨日の引け先ですね、168円付近っていうのは意識されてくると思いますので、この辺を超えてこられるかどうか。で、日足ではここ陰線になっておりますので、ここを超えてきたとしても、騙しで下げてくる可能性というのも考えておいた方がいいと思いますので、もし、この高値を超えてロングで攻めていく場合は、明確に上抜けて戻しをつけて、ここがサポートに変わったのを確認してからの押し目買いがいいと思います。昨日ドルが大きく動きましたので、本日はその調整としてドル円とかドルストレートっていうのは動きが小さくなる可能性があります。そうなるとやはりクロス円もほぼ動かないということも考えられますので、しっかり引き付けてトレードしないといつまでも含み損を抱えることになりますので、その辺は注意が必要ですね。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。